I'm a police officer. You okay? There's just you in here? I'm Sergeant Tobler. What's your name?クローゼットの中に潜み警察が話しかけても微動だにしない少女。あなたは彼女がどれほどの地獄を味わってきたか想像できますか？ 2023年8月30日、アメリカユタ州アイバンス、ある一軒家のウォークインクローゼットの中で一人の少女を見つけた警察官。異様に痩せ細ったその少女はもう何日も何も食べていない様子。私たちは君に危害を加えるつもりはない。お願いだからそのピザを食べてくれないか。警察がそう説明すると、少女は彼らが注文したピザにようやく手を伸ばしました。その日、この家を訪れた警察は飢餓状態になっていた2人の子供を保護。痛ましい姿の2人を前に、その場に居合わせた誰もが眉を潜めていました。それは単に幼い子供たちに血も涙もない仕打ちをした保護者の神経を疑ってのことだけではないんです。実はその子供たちの母親は育児のアドバイスをする人気 YouTuber だったんです。飢餓状態の子供たちを監禁していた育児系 YouTuber。 なぜ子供たちをこよなく愛する彼女が虐待に走ったのか。物議を醸した彼女の育児現場には悪魔のささやきをする黒幕がいたんです。おさすけんちゃんです。にやみやみかんです。そろそろゴールデンウィークなんですけど、僕ね、ずらしてヨーロッパ行こうかなと思ってて。ヨーロッパ何しに、はい何しにどこヨーロッパのどこ、はい広すぎ。ドイツとポーランド行ったことあるんですけど、スペインとかね、フランスとか行って、うんうんスリに合うか実験してみたいんですよ。ちょっと怖いわよ。なんかだってうんツイッターでさ、ちょっと治安悪いとこ出かけてさ、危険な目にあった人いたじゃない。配信中に襲われた人いましたね。うんあれ怖かったよね。ちょっとやっぱやめます。本日ご紹介するのは、アメリカで起こった児童事件についてなんです。しかもですね、この事件、していた犯人が育児のアドバイスをしていた YouTuber だったんです。本当に闇深い事件なんですよ。なんでそんなさ、自分がひどいことしてるくせして、偉そうに育児なんか話せるわけよ。SNS ってほんと人の本性が隠されてるわよね。わかんないものよ。育児って正解もないし、これやればどの子もまっとうに育つよみたいな方法がないからこそ、常にね、親の方もアップデートしつつ、一人一人にちゃんと向き合わないといけないんじゃないかなってね、全然子供いないんでわかんないところもあるんですけど、そう思いますよ、本当に。そしてこの事件は一人の少年の SOS から発覚するんです。育児系 YouTuber のその家では一体何が待ち受けていたんでしょうか。育児 YouTuber の闇。2023年8月30日、アメリカユタ州の自然豊かな都市アイバンス。午前11時前、民家の玄関先に姿を現した一人の少年。少年はインターフォンを鳴らしますが、中からはなかなか応答がありません。しばらくすると、少年は諦めてまたふらふらと歩き始めていました。ひどく痩せ細った彼の足取りは頼りなく、今にも倒れてしまいそうなほど。そしてそれは少年がその家の敷地から出て行こうとした時。君、どうしたんだ？大丈夫か？ようやく玄関から顔を出したその家の住人。少年は力なくこう言いました。警察を呼んでください。それから何か食べ物と水をください。少年の名はラッセル。彼は自宅に監禁されており、もう何日も何も食べていませんでした。そしてその足にはなぜかダクトテープがぐるぐる巻きにされていたんです。なんで足にダクトテープなんか巻いて怖すぎない？なんでよこれ。今はまだ言えないんですけど、これ最後の方にもう一回出てくるんで、皆さんよく覚えておいてください。その後、男性の通報で警察に保護されたラッセル。警察はそのまま彼の自宅へ向かい、ウォークインクローゼットの中に隠れていた一人の少女を発見。警察です。ここにいるのは君だけかな。少女はあぐらをかいた状態で微動だにせず、警察が語りかけても答えようとはしません。ラッセルと同様に痩せ細ったその少女は妹のイブ。警察はイブを病院へ運ぼうとしますが、彼女は一向に応じず、説得には4時間を要しました。見る者全てに怯えるようなイブのその目は、その家で彼女がどれほど悲惨な思いをしてきたかを物語っていたんです。保護された2人の子供はいずれも栄養失調。現場に居合わせた警察は誰もがなぜそのような事態になってしまったのか、深刻な表情で考え込んでいました。それもそのはず、2人の母親は登録者250万人を誇る人気 YouTuber。しかも彼女が投稿していたのは育児のアドバイス動画だったんです。育児のプロを名乗るその女性がなぜ自分の子供を虐待していたのでしょうか。事件が起こる約8年前の2015年、YouTube 上に一人の女性が現れました。今日はみんなでドライブに出かけるわよ。子供たちを引き連れ、車に乗り込んだその女性はルビー・フランキー。彼女は夫ケビンと共に8 Passengers という YouTube チャンネルを設立。6人の子供たちと過ごす日常を投稿していました。ユタ州の郊外で暮らしていたルビーは、ホームスクーリングで子供たちを育て、毎日一緒に料理を作ったり、取り留めもなくおしゃべりをしたり、6人の子供たちと楽しげにやり取りをする自然体の姿で着実にフ
フォロワーを増やしていったんです。そんな暮らしの中でルビーはフォロワーに向けて子育ての持論を様々に語りました。仲良さそうな家族に見えるじゃない。でもこれも取り繕ってたってこと？実はこの頃のルビーはまだいいお母さんだったんです。ただある時から彼女は本当におかしくなってしまうんです。それはルビーが動画投稿を始めてから約5年後の2020年。その日アップロードされた動画の内容にフォロワーたちは怪げな表情を浮かべていました。ママ、お願いだから僕を寝室に入れてよ。母親のルビーに向かい深刻そうにそう言った長男。彼はなんともう7ヶ月もまともな寝具で寝ていませんでした。7ヶ月前、寝室で弟や妹にいたずらをしてルビーの叱責を受けた長男。以来彼は寝室への出入りを禁じられ、もう長い間薄っぺらいクッションだけで眠っていたんです。そしてベッドで寝たいと懇願する長男に向かい、ルビーは何でもないことのように軽い口調でこう言います。クッションが嫌ならマットレスでも用意すればいいじゃない。普通に寝室に入れてあげればいいじゃないって私は思うのに、しかも7ヶ月前のことでしょ。どんだけ根に持つやつなのよって感じじゃない？明らかに異常っすよね。この動画がアップされてからフォロワーたちはルビーを不審な目で見るようになるんです。長男が7ヶ月もクッションだけで寝ているという事実が知られると、一部の YouTuber、TikToker がルビーを非難する動画をアップ。彼らはルビーが過去にもと取れる行動をとっていたことを指摘し始めたんです。例えば末っ子のイブが幼稚園にお弁当を忘れていってしまった時のこと。お弁当を届けてほしいと連絡を受けたルビーは幼稚園の先生に向かってこんなことを言ったんです。そうですか、じゃあお昼ご飯は絶対に与えないでください。なんとルビーはお弁当を届けないばかりか、幼稚園の先生が何か食べ物を与えることも禁じたというんです。その理由について彼女は次のように説明します。自分がお弁当を忘れたせいで一日お腹を空かせて過ごさなければならないこともいい経験になるからです。このほかルビーはぬいぐるみの首を切り落として子供を脅す、子供には危険とされるウィルダネスセラピーに参加させるなど異様な育児方法を多数実践。ウィルダネスセラピーとは薬物依存や非行に走る青少年を対象にしたもので、荒野でのサバイバル生活を通して更生を促すもの。効果が科学的に証明されていないことやサバイバル中に死亡事故が起こっていることから問題視されることも多い教育法なんです。ちょっと厳しすぎじゃない？もう軍隊みたいじゃないのよ。おっしゃる通りで、ルビーにとっては軍隊みたいな教育が絶対的にいい教育だってその時信じちゃってたんです。ルビーの異様な育児方法が取り沙汰されると、フォロワーから数千件の署名が集まり、児童の調査の請願書が提出されることに。しかしニュースサイトのインタビューに答えたルビーは世間のそうした反応に対し毅然としてこう言いました。 YouTube や TikTok に載せられているクリップは文脈を無視して悪意のある紹介の仕方をしています。理性的な人なら私の動画を見てをしているなんて絶対に思わないはずです。ルビーの持論としては、子供たちに厳しすぎる罰を与えるその教育方針は自分の行動に責任を持たせるためのもの。彼女にとっては全て正義の行動なんです。その後請願書の影響もあり、ルビーの家庭に対し児童保護サービスの調査も行われましたが、この時は虐待の決定的証拠は見つかっていません。そして奇妙なことに、この一件でルビーが注目されるとフォロワーはさらに増え、登録者は250万人にもなっていくんです。なんでみんな野じ馬みたいな感じで登録してたってこと？実はそうではなくてですね、フォロワーたちはちゃんとルビーの教育方法に、共感というか一定理解をしていたんです。一体どういうことなのかというわけで、本日のメトラーキーワード、好奇心のメカニズムについて。人間の好奇心は自分の知っている情報と提示された情報にズレを感じた際に誘発されるんです。そのズレを解消するための情報収集で活性化されるのが腹側線状体と呼ばれる部位。腹側線状体は快楽物質ドーパミンの分泌と関係しており、新たな情報を得ることに快感をもたらすんです。要するに人間は自分の知識にない斬新な情報を学習した際にドーパミンの働きで快感を覚えるようになっているんです。ルビーの育児に対する持論は多くの人の常識を外れていたため、彼女の話に新しい知識を得る快感を感じる人も多かったのでしょう。最初にあなたが言ってたけどさ、結局いい育児っていうものが最終的な結論が分かんなくって、何かすがりたくなるような人たちが多いってことよね。本当におっしゃる通りで、結局一人一人と向き合うしかないんです。そして実はルビー自身もこの聞いたことがないような育児方法に惑わされていた一人だったんです。悪魔のささやき。虐待疑惑が浮上しても依然として増え続けていたルビーのフォロワー。しかし実は彼女は問題が起こって以来動画投稿の頻度を減らしていきました。週5回行われていた8パッセンジャーズの動画の投稿は週 2,3 回のペースになり、2022年には完全に更新をストップ。さらにこの頃からルビーは夫のケビンとも別居するようになるんです。そして彼女が動画を更新しなくなった理由はすぐに明らかになりました。2022年6月、ルビーは新たにコネクションズという YouTube チャンネルを設立。そのチャンネルは児童専門のカウンセラ
たジョディ・ヒルデブラントと2人で立ち上げたもの。ルビーはジョディが経営するベンチャー企業でメンタルヘルスコーチとして雇われたのをきっかけに自身の YouTube チャンネルの運営を止めたんです。またルビーとジョディはこれからマムズ・オブ・トゥルースというインスタアカウントも設立、育児の情報提供の場を様々に設けていきます。ただフォロワー数はルビーが運営していた8パッセンジャーズには遠く及びませんでした。それは2人が動画内で発するメッセージが意味不明すぎたから。親が子供を無条件に愛するという考え方はそもそも間違ってるのよ。子供だからといってプライバシーが全て守られるという考え方も間違ってる。この他ルビーとジョディの発言には人種差別、能力差別、性別に対する偏見など情報発信するものとしては不適切な内容ばかり。過激な育児方法が露呈しても一定の層から支持されていたルビーですが、ジョディとタッグを組むようになってからは誰もその話についていけなくなったんです。やべえなこいつら。このジョディって女がもしかしてルビーに変な育児方法を吹き込んだんじゃないのこれ。そうなんです。このジョディこそが真の黒幕なんです。ルビーは完全に彼女に支配されてしまったんです。ルビーのフォロワーが動画の内容に違和感を覚え始めたのは2020年のこと。それはジョディがルビーの子供のカウンセリングを担当するようになった頃。児童専門のカウンセラーを名乗るジョディですが、その方法は聞くだけでもおぞましいもの。過去に彼女のセラピーを受けたジョディの姪っ子は次のように語っています。お前は中毒者だと罵られ、1日12時間ダクトテープで口を塞いで隔離されました。ジョディ曰くそのセラピーの意味は悪いことを吹き込む大人と会話しないようにするため。来る日も来る日もそう言い聞かされた姪っ子は大人と会話をするのが怖くなったと言います。またジョディは過去に患者の個人情報を漏洩させ18ヶ月の保護観察処分を受けたことも。カウンセラーの資格こそ持っているものの、もはやカウンセラーを名乗っていいような人物ではなかったんです。そしてルビーは2022年に夫のケビンと別居してから子供たちのうち2人を連れてカウンセラージョディの家に暮らすように。その暮らしぶりは輪をかけて悲惨なものになっていたんです。2023年、ルビーがジョディの家で暮らし始めて1年が経とうという頃、ほらもう一往復。ルビーの視線の先には大きな荷物を抱え、もう何度も階段を上り下りさせられている息子ラッセルの姿が。彼が汗だくになりながらその試練を終えると、ルビーは続けてこう命令を飛ばす。次は空気椅子1時間。ラッセルはすでに疲労困憊の状態で母親のその言葉に青ざめていた。無理だよ。思わず弱音を漏らしてしまうラッセル。しかしこの家でその言葉は絶対のタブーだった。鬼の形相で息子ラッセルを睨みつけると、ルビーはその手にバリカンを持ち彼の頭を掴んだ。彼女は弱音を吐いた息子の頭をそのまま刈り上げてしまう。そして次の瞬間、ダクトテープでラッセルの口と鼻を塞いだルビー。彼女はそのままラッセルを引きずっていき、水を張った浴槽にその頭を突っ込んだ。私はあなたの中の悪魔を追い出そうとしてあげてるの。どうして言う通りにできないの？悪魔ってマジで何のことなの？何を信じてるわけ？教育なんてもんじゃないわよ。これもう死んじゃうわよ、子供が。もう少しこの生活が長引いてたら本当に死人が出ていたかもしれないんです。ルビーはこの他にも家から逃げ出そうとした息子ラッセルの手足を縛り、ブーツを履いた足で蹴り飛ばすようなことも。そしてここまで動画を見ていただいているメトラの皆さんは、ラッセルが隣人に助けを求めた際、足にダクトテープを巻いていたのを覚えているでしょうか。実はそのダクトテープは手足をきつく縛られすぎて裂傷ができたためのもの。ルビーは息子ラッセルの傷口に唐辛子と蜂蜜をすり込み、その上からダクトテープをぐるぐる巻きにしていたんです。妹のイブに関しては炎天下の中裸足で草むしりをさせられ、サボテンに自ら飛び込ませるなどの仕打ちを受けていました。彼女が泣きわめくと、ルビーは息子ラッセルにやったのと同じように頭を刈り上げてしまったといいます。そんな日々が続く中、迎えた2023年8月30日、息子のラッセルは窓から家を飛び出し、近隣住民に助けを求めたんです。保護された2人が栄養失調になっていた理由は、ルビーの日記にしっかりと記されていました。悪魔に餌はやらない。ルビーとジョディはそれぞれ熱心にモルモン教を信仰していましたが、その教えを曲解し、子育ての中にも間違った宗教観を反映していたんです。逮捕されたルビーとジョディは6件の過重児童の罪に問われ、そのうち4件で有罪に。2024年2月20日、2人に下された判決はそれぞれ懲役4年から30年。裁判中、これまでの自分の行動を鑑みたルビーは判決に際し次のように語りました。子供たちのためなら何でもするつもりだったのに、子供たちから全てを奪ってしまった。4年間妄想へ導く助言に従い、自分が狂っていることにも気がつきませんでした。今後子供たちが癒され美しい人生を送れることを祈っています。